皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍にとってはとてつもない危険な兆候が現れているのでご紹介しようと思います。今回ご紹介する危険な兆候というのは、ウクライナ南部戦線において、ウクライナ軍が航空優勢を獲得・維持しているかもしれないというお話です。この兆候が現れていると解説できる理由というのは、ウクライナ軍がトルコ製の大型ドローンバイラクタル TB2 による地上攻撃で成果を上げ始めたと発表しているからです。今回の動画では一体それがなぜ起こっているのか、そして影響がどれくらい広がっていくのかについて解説していこうと思います。それでは早速関連情報を見ていきましょう。ウクライナ軍のザルジュニュ総司令官は8月31日から9月2日までの3日間、2台のバイラクタル TB2 が T72 戦車8両、自走砲1両、歩兵戦闘車、榴弾砲1門など約2835万ドル相当のロシア軍の軍備を破壊した。さらに T72 戦車5両と歩兵戦闘車1台を損傷させたと発表した。ウクライナ軍の戦果発表はこれまで行われてきていますから、何もこれが注目すべき情報ではないと思われる方もおられるでしょう。ところがそうではありません。というのも、トルコ製の大型ドローンは開戦初期からずっと稼働してきましたが、これまで地上攻撃には参加してきませんでした。ですから、今回の発表が行われる以前であれば、バイラクタル TB2 による戦車の撃破数というのは発表されている数もしくは動画などから判明している撃破数というのはゼロだったのです。ところが今回、総司令官がバイラクタル TB2 による地上攻撃の成果がこの短い間に記録されたとわざわざ発表しているということは、これまでと運用方法が変わったことを意味します。これまでバイラクタル TB2 は主に偵察・監視任務に専念してきました。約8000メートルの上空を時速130キロで最大27時間対空できます。中小型ドローンでは対空時間が30分といったものがほとんどですから、一日中監視任務に当たれる大型ドローンというのは偵察任務としては最適なわけです。しかし、大型ドローンがこれまで注目されてきた理由というのはこうした観測だけではなく地上攻撃にも参加できることが大きな利点として挙げられてきました。しかしそれがロシア軍相手では通用していませんでした。なぜならば、ロシア軍には対空レーダー、対空ミサイルといったものが他の小さな国や武装勢力とは比較にならないほど保有していますから、バイラクタル TB2 のような非ステルス性の飛行物体は発見されたら対空ミサイルで撃墜される可能性が非常に高く、実際にこれまでも撃墜報告というものが上がっていました。ところが今回地上攻撃に乗り出したということは、明らかにロシア軍による防空網の能力が下がっていることを意味しています。ただし、ドローンによる観測による砲撃の正確さと効率性を上げることには非常に大きな貢献をしてきました。例えばこの映像は、歩兵戦闘車が走り去っていった時に、これを追いかけて、止まった時に砲撃のポイントを指示し、これに基づく砲撃が行われているという映像です。このような動きのある車両に対して歩兵が偵察を行ってその行方を見守るというのは非常に難しいものです。しかし空から追いかければそれらの動きというものを把握することができ、どこに攻撃すべきかといったポイントを正確に砲撃隊に教えることができるわけです。こちらもドローンによる観測と攻撃の動画です。ドローンによる攻撃ポイントの指示というのは、榴弾砲への連絡だけではありません。近ければ戦車が砲撃を行うといったこともあります。そして戦車が届かない距離にいるのであれば、榴弾砲による砲撃を要請するといったことで、攻撃は非常に緊密化することができるわけです。そしてこちらが公開されたバイラクタル TB2 による戦車の撃破映像です。これまでウクライナ軍はドローンによる観測による砲撃が中心であって、こうしたバイラクタル TB2 が直接攻撃したという映像は出てきていませんでした。ではなぜ大型ドローンが攻撃に参加できるようになったのでしょうか。その要因として考えられているのがウクライナに供与された対レーダーミサイルが活用されているのではないかということです。レーダーがなければミサイルは意味がありません。そしてレーダーが稼働しているその電波というものを逆探する形でミサイルを撃ち込めば対空兵器が破壊され、その周辺の防空網に穴が開きます。その実例が先日動画で上がっていました。ロシア軍のパンツィーリ S1 という対空防御システム。こちらは対空ミサイルと対空機関砲を装備して車両が移動している先はロシア軍に防空網を提供する兵器でした。
ところがパンツィーリ S1 は破壊されているという頃が住民から目撃され、これが動画として公開されています。破壊されているぞという動画は誰かが上げると、それを見た人たちがさらに近寄って映像を取得するといった形で情報はより広く拡散されるものです。こちらは現在のウクライナの戦況マップで赤いところがロシア軍によって占領されている地域です。パンツィーリ S1 が撃破されたのはヘルソン市の東ドニプロ川の手前になります。そして映像に映っているガソリンスタンドなどから実際の場所を割り出すといったことも行われており、ウクライナ軍による攻撃がドニプロ川東岸にいる対空兵器に対しても行われている可能性を示しています。そしてロシア軍による対空防御網が弱まっているのではないか、そのような状況判断を後押しするかのように、ウクライナ軍はヘリによる地上攻撃の映像なども公開しています。これまではこうした映像というのはロシア軍の側の方がウクライナ軍の陣地に対する攻撃を行っているのだといった映像が出ていますが、逆にウクライナ軍の方からこうした映像が出てくるのはこれまではほとんどなかったことです。ウクライナ軍が南部戦線において航空優勢を獲得維持している可能性がある、そうした理由というのは2つあります。まず第一に、この地理的状況を生かしているということです。南部戦線における主な戦いは今、ヘルソン州で行われています。このヘルソン州を東西に分割するドニプロ川、この大きな川にかかっている橋を今、ウクライナ軍は遠距離攻撃によって打撃を与え、大型兵器の通行ができないようになっています。それに伴ってドニプロ川の西側においては兵器が破壊すれば破壊するほど兵士だけがそこに残るような状況になっています。そこにウクライナ軍に対レーダーミサイルやハイマースといったものが組み合わさることによって、ロシア軍が防空網を維持するための対空兵器群などが次々と撃破されていると考えられます。地上において対空兵器がどんどんと前線から姿を消し、ドニプロ川を渡れなくなれば、その先というのはロシア軍にとってはウクライナ軍の支配する空で戦わなければならないということです。そのために起こった前線における変化というのが大型ドローンによる地上攻撃の開始です。トルコ製のバイラクタル TB2 は非ステルス製の航空機ですから、これまでは対空レーダー、対空ミサイルに引っかかるとそのまま撃墜される可能性があり、実際に撃墜されてきました。だからこそウクライナ軍は攻撃参加ではなく、対空時間の長さを生かして偵察監視任務へと割り当てていたわけです。しかし、地上に対空ミサイルがないということがある程度分かっている状況になれば、大型ドローンはより広く移動し、最適な攻撃目標を見つけることができるようになってきたというわけです。こうした航空優勢を維持するようなことができれば、ヘリによる攻撃、戦闘機による空爆なども、当然のようにこれまで以上に積極的に活用することができますから、ロシア軍の地上部隊はより一層苦戦することとなるでしょう。そういったことから現在のウクライナ南部戦線におけるロシア軍は苦戦を強いられているわけですが、これはあくまでも全体状況ではなく、この地域における戦況だと今は言えます。そして現在の状況から考えると、私はあまり急いで進軍しなくても良いかもしれないと思い始めています。なぜならば、ウクライナ軍にとって現在のこのドニプロ川西岸地域におけるロシア軍というのは、キルゾーンに固定化することができた格好の餌食となっているからです。ロシア軍に占領された地域を奪還するということは非常に大事ですが、このような圧倒的な優勢な状況を獲得できたというのも、これまた幸運なことで、この好機を逃すのもまたもったいないからです。大型兵器の援軍は遅れない。しかし、ロシア軍としては占領地域を維持したいから、兵士を送って陣地は守らなければなりません。しかしそこには空からの攻撃が的確に行われるわけですから、死傷者数はうなぎ登りになるでしょう。地上戦闘と違い、空からの攻撃による打撃というのは、ウクライナ側の被害者がほとんど出ない一方的な戦いになりますから、この状況が続くことが圧倒的にウクライナ軍全体にとっても大きな利益を生み出すこととなります。例えば、ソ連時代のスターリンであれば、このような死傷者数がどんどんと増えていったとしても、さして気にしないでしょう。しかし、現代のプーチン大統領、そして現代のロシア国民にとっては、死傷者数がうなぎ登りになって、志願兵は足りない、そして徴兵された兵士が本来であれば戦場に送り込まれないはずなのに送り込まれたとなれば、より多くの国民が戦場での苦戦を感じ、そして戦争に対する嫌悪感というものをより一層抱くことになるからです。
その場合、果たしてプーチン大統領は現在の戦争をこのまま継続することができるのでしょうか。私はとてもそこが疑問です。そしてこの話の大事なポイントというのは、対レーダーミサイルと、そしてレーダーミサイルがもたらすロシア軍の防空網に穴が開く、この基本的な構造というのは何もウクライナ南部だけで起こるわけではないということです。現在ロシア軍とウクライナ軍の交戦している前線というものは距離にして2000キロにも及び非常に広大になっています。そのために戦力を集中している南部戦線においてこうしたウクライナ軍が航空優勢を維持したかもしれないという状況を生み出しているわけですが、ロシア軍には最新兵器やもしくは海外製の部品を作った兵器を新たに作るのが困難だという問題があります。ですから、対レーダーミサイルを使ってロシア軍の対空兵器を破壊していくこと、これ自体が他の戦線でも同じような効果を上げ始めれば、当然のようにロシア軍の対空防御網はあちこちで穴が開き始めます。そうなれば、これまでは活躍が十分ではなかった大型ドローン、ヘリ、戦闘機による攻撃というものがどんどんと成果を上げ始めることとなります。今はまだウクライナ南部戦線、特にヘルソン州という一部の地域における航空優勢の話だけですが、この状況は東部戦線、そして北のハルキウ周辺など様々な地域におけるウクライナ軍の戦いを有利に持っていくことでしょう。そうした全体への変化の兆しというものが今生まれたというのはウクライナ軍にとって朗報だと言います。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍は対レーダーミサイルを活用し、ロシア軍の防御網に穴を開け始めました。この兆しというものは航空戦力による地上攻撃が今までとは違って大きな戦果を上げ始めることを意味しており、戦況全体への影響も時間がかかってもいずれは大きくなっていくことでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。日本ではどんどんとウクライナ戦況のその中身についての詳細が伝わってこないようになってきました。このチャンネルでは少しでもそのような報道されなくなってきた情報についても解説を行っていこうと思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。